はきゅうりのコールスローを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、きゅうりのコールスローを作っていきたいと思います。以前ね、私のチャンネルでも何回かコールスローレシピはね、ご紹介してると思うんですが、今回はきゅうりメインの美味しいコールスローを作っていきたいと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、大葉、ツナ缶、コーン、マヨネーズ、すりごま、お砂糖、塩、鶏ガラスープの素、お酢、お醤油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、きゅうりなんですが、今回3本分ですね、作っていきます。少し量が多いなと思った時は半量で作っていただいても OK です。そして今回きゅうり以外にね、香りのアクセントとして大葉を加えていきます。こちらはお好みで入れてみてください。そしてツナ缶に関しましては、こちらはお好みのツナ缶を使っていただいて OK です。そして味付けですね。味付けのポイントはお醤油です。少しお醤油を加えていただくことで味が締まってとても美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにきゅうりを切ります。きゅうりなんですが、最初にアク抜きをします。このように見ていただくと、ちょっとボコボコした方とつるっとした方があると思います。このつるっとしてる方はですね、このようにつるとつながってた方になります。まずはじめにこのね、つるとつながってた方の先端をだいたい 1.5 センチほど切り落としてください。そして切り落としたら、このように切り口をこすり合わせてください。そうすることでこのように白いアクが出てきます。これでアク抜きをしてください。このようにしていただくとね、きゅうりのえぐみが抜けてとても美味しい仕上がりになります。生で食べるときはね、ぜひこのようにやってみてください。だいたい30秒から1分ぐらいね、このようにくるくるしてみてください。これでだんだんね、白っぽいのが出てこなくなったなと思ったら OK です。そしたら一度この部分を洗ってください。はい、きゅうりはこのようにアク抜きします。それではね、残りも同じように先端を切り落として、そしてアク抜きをしていきます。はい、このようにね、3本全部アク抜きしてください。そしたらこちら反対側の先端も少し切り落とします。こちら側はね、やらなくて大丈夫です。そしたらこちらのきゅうりをまず斜め切りにしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。このように切ったら今度は縦にして切りやすい枚数だけね、このように重ねて、そして細切りにします。こちらもだいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。こんな感じです。それではね、残りも同じように切っていきます。きゅうりはこのように切ってください。それでは残りも同じように切っていきます。はい、きゅうりはこのように細切りにしてください。そしたら続いてポリ袋を用意します。このように口を広げて、この中にね、きゅうりを入れてください。はい、そしてきゅうりを入れたらここにね、塩2つまみですね。はい、そして少し空気を入れて、そして全体をね、シャカシャカしてください。全体にね、塩をなじませます。そして全体が馴染んだら口を縛って、そして口をね、軽く止めてください。はい、そしてきゅうりはこのまま5分置いておきます。それでは続いて大葉を切ります。まずこちら水洗いしてください。はい、で水洗いしたらここに大葉を並べて、そして水分を拭き取ります。上からペーパーをかぶせて優しくね、押さえつけてください。水分が取れたら大葉の茎の部分を合わせます。そして茎を切り落としましょう。あとは手前からくるくる巻いて、そして半分に切って切り口を揃えて、そして千切りにしていきます。大葉の準備はこれで OK です。
はい、5分経ちました。5分経つとね、きゅうりから水分が出てきます。そしたら口を開けましょう。そしてしっかりね、水分を切っていきます。水分を切ったらね、ボウルに入れましょう。ぎゅーっとしっかりめにね、水分を切ってください。ここでね、水分の切り方が甘いと水っぽく仕上がってしまいますので、しっかりめにね、絞ってください。はい、こんな感じです。そしたらボウルに入れましょう。残りもね、同じようにしっかりめに絞っていきます。はい、このようにね、水分を絞ってください。そしたらね、一度ペーパーでね、さらに水分を拭き取ってください。はい、これで OK です。それではあとはね、具材を合わせていきます。まずツナですね。こちらノンオイルタイプのツナですね。オイルタイプはですね、しっかりオイルを切って、そしてノンオイルタイプはですね、水気をしっかり切ってください。はい、こんな感じです。そしてこの中に入れます。続いてコーンですね。こちらもきちんと水切りしてください。そしてあとは大葉です。続いて味付けの調味料ですね。まずはお砂糖、そして鶏ガラスープの素、お酢、あとはお醤油、そしてすりごま、最後マヨネーズを加えます。そしてこちらをよく和えましょう。ムラがないようにね、しっかり混ぜてください。はい、OK です。このようにしっかり和えれば完成です。あとはですね、お好みで味を調整していただいても OK です。ここにね、黒胡椒をかけていただいても美味しく召し上がっていただけます。それでは器に移したいと思います。はい、これできゅうりのコールスローの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。お好みでね、黒胡椒などをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。きゅうりがシャッキシャキですごく美味しいです。そして大葉の香りがアクセントになってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきゅうりのコールスローのポイントです。まずきゅうりに関してなんですが、最初につるっとしてる方の先端を少し切り落として、そして切り口同士をこすり合わせてアク抜きしてください。このようにね、アク抜きしていただくとえぐみが抜けてとても美味しい仕上がりになります。大体30秒から1分ぐらいね、こすり合わせていただくといいかなと思います。そしてその後きゅうりは細切りにしてください。そして全てきゅうりを切り終わったらポリ袋の中に入れて塩を2つまみほど入れて、一度ね、全体に塩をなじませて、その後5分ほど置いてください。そうするときゅうりから水分が出てくるので、その水分をしっかり絞るようにしてください。ここで絞りが甘いとですね、味がぼやけてしまう原因になりますので、きちんと絞ってその後ペーパーで水分を拭き取るようにしてください。そして今回きゅうり以外にツナとコーンとあとは大葉を入れてます。ツナに関しましてはしっかりオイル切りまたは水切りをして使うようにしてください。コーンに関しましてもこちらもきちんと水を切ってから使うようにしてください。大葉に関しましては今回3枚入れてますが、もうちょっとね、香りを強めたい場合はもっとたくさん入れていただいても OK です。あとはね、全て材料を合わせて仕上げてください。少しね、お醤油を加えることで味が締まって美味しい仕上がりになります。今回きゅうり3本分で作ってますが、少し量が多いなと思ったら半量で作っていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はきゅうりのコールスローを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。